こんにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。本日は資生堂のスポーツカバーファウンデーションの全色レビューをします。スポーツカバーのルースパウダーも買いましたので、合わせて使ってレビューしようと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。資生堂スポーツカバーファウンデーション、あざ、シミ、乾パンなどの色や傷跡の状態などに合わせて幅広く使える優れたカバー力があります。普通のメイキャップでは隠しにくい肌をカバーするためにお使いいただくファンデーションです。タイプは全部で3種類あります。ベースカラーが全体用と部分用の2種類、もう一つは補正色のコントロールカラーです。ベースカラーは全部で6色、コントロールカラーは全部で2色あります。注意事項として、落ちにくいファンデーションなので洗浄力の高いクレンジングをお使いくださいと書いてありました。このアイテムの発売日は1980年の1月とのことです。発売から44年経っても愛されているロングセラー商品です。まずは腕にブラシで塗ってみます。使用するブラシは資生堂のパーフェクトカバーブラシです。まずは C1 番、C の2番、王道の H100 番、S100 番、H101 番、S の101番、S の102番、S の300番。全色塗り終わりました。色の違いが分かりやすいように重ね塗りしてかなり厚塗りになっています。時間が経ったら塗りたてよりも色が濃くなりました。コントロールカラーの C は2色、ハードタイプの H も2色、ソフトタイプは4色あります。8種類もバリエーションがあるんですけど、意外と自分の肌とぴったり合った色のコンシーラーを選ぶのは難しそうです。 H100 と S100、 少しだけ色味が違います。シスターアンのアイライナーで疑似的なほくろを描いてみました。指でコンシーラーを塗ってカバー力や質感を見てみます。コントロールカラーの C1 番、こちらはかなり硬いテクスチャーです。真っ白な感じです。 C の2番、こちらも硬いテクスチャーです。少し黄色みがあります。一番オーソドックスと思われる H100 番、ハードタイプなので少し硬めですが、コントロールカラーよりかは柔らかいです。かなり黒が隠れました。肉眼で見ている方がカバーできているように見えます。映像で見る方が隠れてないですね。ソフトタイプ全体用の S100 番、H と比べるとかなり柔らかいです。柔らかいのでちょっと取りすぎてしまうかもしれません。こちらも隠れますね。でも映像だと透けて見えるかな。ハードタイプ部分用の H101 番、指に取る量が少ないのかな。思ったよりカバーできていません。全体用の S101、 とっても柔らかいです。ちょっと量を多めにしてみます。一発で隠れました。ちょっとこの5色は量が少なかったのかもしれません。でもちょっとこれだと普通顔に塗るには量が多すぎる気がします。 S の102、今度はじゃあ少し薄めに塗ってみます。薄いけど結構隠れました。やっぱり濃い色は隠れるっていうのは本当なんですかね。でもちょっと透けて見えますね。やっぱり塗る量かもしれません。 S の300、私この色が結構好きでかなり使っています。こちらも少し薄めに塗ってみようと思います。ちょっと薄すぎたかな。でもまあまあ隠れてます。いや、そうでもないかな。
透けてますね、やっぱり。この S101 以外は少し薄めに塗ってあります。ちょっと重ね塗りしてみましょう。やっぱり濃く塗ればほくろは隠れるようです。重ねたところがちょっと濃く不自然になっているので、ファンデーションブラシでぼかしてみようと思います。資生堂のファンデーションブラシでぼかしてみます。はい、ぼかし終わりました。最初から厚塗りしたところ、これは結構自然に綺麗にカバーできています。ベタ塗りとぼかして塗っているので、このような感じの色の違いがあります。こすれの耐久性をチェックしてみます。ティッシュで拭き取ってみます。ほくろは結構浮き出てきてしまいました。指でこすってみます。結構ぴったりと密着して取れませんね。全8色をとりあえず顔に塗ってみます。スキンケアをしてお顔全体にラロッシュポゼ UV イレア XL プロテクショントーンアップのローズを塗りました。光や毛穴が気になる T ゾーンや小鼻には式のホワイトスキンベールを塗りました。眉毛はケイトのブラウン系のお色味です。リップはロム&のグラスティングメルティングバーム01番ココヌードを塗っています。まずはブラシを使って顔にスウォッチを作ってみます。全色塗り終わりました。かなり濃いめに塗り重ねました。この C というのがコントロールカラーの2色、H というのがハードタイプの2色、S がソフトタイプの4色です。H100 と S100 は同じ100なんですが色味が違います。映像で見るとちょっと分かりにくいんですが、ソフトタイプの S の100の方がほんの少しピンク色よりのような気がします。こちらが H101、S の101です。この101は同じ番号ですがかなり色が違います。ソフトタイプの101はハードタイプの101と比べてだいぶ色が濃いです。こちらは S の102番、かなり色が濃いです。この S の300番は色が濃くなったわけではなく色味がだいぶ違います。サーモンピンクのような少しピンクみがかったオレンジ色といった感じです。パッと見の印象だと私の肌色には H100 か S100 が合うかなと思ったんですが、個人的にはこちらの S300 のピンクみがかったオレンジ色、サーモンピンクのような色の方が好みです。濃い色の方がシミはよく消える、よく隠せるとは言いますが、この S101、S100 にはさすがに暗いかなという気がします。H101 ならギリギリ浮かないかなという気がします。反対側の顔に指で塗ってみます。まず一番王道の H100 番、こちらのシミに塗ってみます。とりあえずぼかさず指でポンポンとのせてみました。やっぱりカバー力は高いですね。次は S100 番を塗ります。H100 を塗った真下のこの濃いシミに塗ってみます。カバー力に関してはそこまで違いはないような感じがします。もしかしたらこちらのソフトタイプの方が指にべったりとついたので塗る量が多いのかもしれません。手で取った時はかなりテクスチャーが違うように感じたんですが、こうして指でポンポンしている時はそこまで大きく違いは感じませんでした。H100 も S100 も自分の肌の色とは少し違うような気がします。ワントーン暗めの H101 を塗ってみます。この薄くて小さいシミに塗ってみます。
ちょっと光っちゃって分かりにくいんですが、ここが H101 です。少し暗すぎるかなって気がします。全体用の S101。S101 をここのシミに塗ってみます。これは濃すぎます。同じ色版なんですが、101、101、ハード、ソフトでかなり色のトーンが違います。100番はそこまで変わらないんですけど、こっちが H100、こっちが S100 です。多分というか絶対濃すぎるとは思うんですが、102番も塗ってみます。ここに102番塗ってみます。濃すぎる。102番は結構濃いですね。オレンジ味が強いです。もしかしたら青グマとかにはいいのかもしれません。S300 を塗ります。ここのシミに塗ってみます。気持ち S300 はカバー力が弱いかなという気はするんですが、ほんのりとしたピンク色が肌をきれいに見せてくれるような気がします。なんとなくこちらの S300 は私の肌のトーンに合っているような気がします。ちょっとフェイスラインに塗ってみますね。次 S100 です。次は H の100です。S100 はかなりピンクが強いので、私はこれを頬全体にふわーっと塗ってチークコンシーラーのようにして使うことが多いです。かなり明るいので単体で C1 を使うことはないと思うのですが、塗ってみます。この赤いあざのようなシミに塗ってみます。かなり白いです。 C2 番も塗ってみます。目の下の暗い部分に塗ってみます。ちょっと光っちゃって分かりづらいかな。かなり白いですが、P1 の白さと比べるとだいぶ肌色に近いです。まずちょっとこの顎の部分をぼかしてみます。この辺ちょっとガサッとしちゃいました。この辺もバーッとぼかしちゃいます。ぼかしてみました。この辺ゴワゴワしちゃいました。でもこの上のあたりはつるんと綺麗です。濃い色の方がシミがよく隠れるって聞くんですけど、言うほどシミが隠れていないような感じもします。むしろ悪目立ちしちゃってます。この上からちょっと明るい色を重ねてみましょう。 H の100をここに重ねてみます。ここ重ねてみました。でも H の100でカバーしたのが確かこの辺りだったような気がするのですが、別にこっちのが隠れてるっていう感じもしません。 S の100をここに重ねてみます。こちらは結構綺麗にカバーできたような気がします。こっちはちょっと浮いてるんですよね、シミが。最初に塗った濃い色のコンシーラーの量が少なかったのかもしれません。大変お待たせいたしました。それではシミカバーメイクを始めたいと思います。コンシーラーを落として顔を1回リセットしました。化粧下地やアイブロウリップは先ほどと同じアイテムを使っています。肌にぴったり合った色に色を調合して塗った方が綺麗にカバーできるとは思うんですが、今回は一番王道と思われる H100 と S100 を単品で使ってみます。ハードタイプの H100 はこちら側の顔に塗ります。ソフトタイプの S100 をこちら側の顔に塗ります。まず薬指に取って容器の縁で少し量を調整して肌にのせます。H100 はテクスチャーが硬くて少し伸ばしにくいです。気になるシミにのせていきます。ちょっと量を足します。最近ちょっとシミが濃くなってきたのか、前よりカバーするのが難しいです。かなりハイカバーのはずなんですが、
ちょっとシミが透けて見えます。指でざーっとのせた状態です。結構毛穴が目立ちます。ブラシでぼかします。こすらないように上から優しくトントンとなじませます。ブラシでぼかしました。先ほどより毛穴は目立たなくなりました。この辺り塗っているところと塗っていないところの境目が結構目立ちます。これは肌の色にあまりコンシーラーがマッチしていないせいもあると思います。やはりカバー力はとても高いと思います。それでは反対側に S100 を塗ります。こちらも薬指で取って縁で量を調節します。かなりテクスチャーが違ってとても滑らかなので、こちらは指にベタっとつきます。量が多くついたせいか、カバー力がハードタイプよりも高く感じます。こちらも気になるシミの部分にざーっと塗ってみます。少し量を足してみます。かなりベタっと取れてしまうので、手になじませてもいいかもしれません。柔らかくて伸びるので塗りやすいです。ここのメガネ跡もちょっとシミみたいに色素沈着しています。指でコンシーラーを気になる部分にざっと塗った状態です。ハードタイプよりもソフトタイプの方が毛穴が目立たないような気がします。ブラシでぼかします。ブラシでぼかしました。コンシーラーの量を均一にフラットに塗れていなかったせいか、量が多いところはコンシーラーが少し溜まったようにゴワゴワしてしまいました。ブラシでぼかせば綺麗になるかなって思ったんですが、何度ぼかしてもあまり変わりませんでした。コンシーラーは結構均一にフラットに塗るのが大切かもしれません。もしかしたらこういったコンシーラーブラシ、平筆のフラットなブラシで均一に肌に塗った方が綺麗に仕上がるのかもしれません。カラースウォッチとして腕や頬に多めの量を塗った時はハードとソフトで結構色の違いが感じられたのですが、ブラシでぼかしてみたところそれほど大きな色の差は感じられません。こちら側から光が当たっているので少しこちら側が暗く見えるかもしれません。ツヤの感じはソフトタイプもハードタイプもあまり違いがありません。ハードタイプは少しマットになるのかなと思ったんですが、結構ツヤっとした仕上がりになっています。こちらソフトタイプは指にベタっとついてしまうので、量の調整がメイクが下手な私には少し難しかったです。多い部分はゴワゴワとした質感になってしまいました。こちら側の塗る量を失敗してしまったせいもあると思うんですが、拡大鏡で見た時はハードタイプの方がフラットで均一に塗れているせいか仕上がりが綺麗に見えます。このままの状態だとコンシーラーを塗った部分と塗っていない部分に少し差が出てしまい不自然に見えるので、ほんの少量だけ薄く塗っていない部分にもコンシーラーを塗ってカバーしようと思います。指に取って少し手の甲に出して、それをブラシで取って塗りたいと思います。こちらも半顔ずつ、こちらの顔にはハードタイプ、こちらの顔にはソフトタイプを塗ります。上からスポッツカバーのルースパウダーを塗ります。このルースパウダーかなりサイズが大きいです。くるくる回して開けるタイプです。大きめのパフが入っています。ちょっと使ったので汚くてすいません。割と厚みがあってふっかふかのパフです。このように中蓋を開けて使うタイプなのですが、かなり粉質が細かいので開けるとき毎回少し緊張します。ブラシでつけます。少し取って、いっぱいついちゃった。ちょっと蓋の裏で調節します。余分な粉を払います。この粉、メイクが下手な私にはちょっと使うのが難しいです。
かなりの量取れちゃったので、一回ティッシュでなじませます。さらに手の甲で少しなじませてみます。なんか粉が舞ってる。かなり粒子細かいです。指でつまんでみましょう。片栗粉みたいです。道具を置いていた台がかなり粉だらけになっちゃいました。では気を取り直してパウダーを塗ります。パウダーも滑らせないようにちょっとトントンと置いてみます。お顔全体にもうっすらと塗ってみます。はい、カバーメイクが完成しました。近づいてみるとこのような見え方です。先ほど塗りすぎてゴワゴワした部分がパウダーを塗ったら少し目立たなくなりました。でもブラシが当たったことによって少しシミが浮き出てきてしまったような気もします。こちら側もちょっと浮き出てきたような気がしますが、どうでしょう。離れてみるとこのような見え方です。実際に近くで見た場合は少し厚化粧という感じに見えると思うのですが、このぐらい離れた距離の場合とかビデオとかカメラなどで撮影する場合はこのぐらいしっかりと塗ってカバーした方が見栄えが良いような気がします。それではこの後はポイントメイクをして少し時間を置いて様子を見たいと思います。はい、だいたい7時間が経過しました。現在の外の気温は iPhone で19度、最高気温は27度くらいでした。現在の湿度は 60% です。かなり過ごしやすい陽気でした。今日はほぼ1日家で家事をして過ごしていました。ほんの少しだけ外に買い物に出かけました。そして2時間ぐらい昼寝をしてしまいました。近づいてみるとこのような見え方です。離れてみるとこのような見え方です。こちらの方向から少し強めの照明を当てています。そのためこちら側が光って見えます。少し分かりにくくて申し訳ありません。全体的にすごくテカテカしています。すごくテカテカはしているんですが、時間が経ってからの方が自分の肌にしっとりと馴染んで厚化粧感がなくなり自然な感じになりました。塗りたての時にカサカサゴワゴワしていたこちらの部分、時間が経ったら油が出てきて馴染みました。ソフトタイプの方がテカっているのかなと思ったんですが、テクスチャーが硬いハードタイプの方もテカっています。ハードタイプの方はもっと乾燥するかと思ったんですけれど、意外と乾燥はしていません。私は水分量がかなり少なめなんですけれども、どんなコンシーラーを塗っても乾燥してガサガサすることはなく、時間が経つと結構テカリが出てしまいます。時間が経った時に気になる目尻の小じわの部分、ここに1本とこの辺に少し溜まってはいますが、思ったよりも乾燥もしていないし、コンシーラーが溜まってもいません。比較するとソフトタイプの方がコンシーラーが溜まっていません。こちらの方が肌ダメージが浅いからかもしれません。鼻周りは崩れて少し汚くなってしまいました。でも思ったよりも汚い崩れ方はしていません。
ティッシュオフしてみます。目尻に溜まっているものは指でなじませてみます。シミは少し浮き出てきてしまいましたが、ティッシュオフしたことによってテカリが抑えられて綺麗になりました。もしかしたらこの目の周りに溜まっている部分を指で少しなじませて、テカリが気になる T ゾーンだけティッシュで押さえた方がいいかもしれません。シミが一番気になる方の部分はそのままの方がツヤも出てシミもカバーできたままなので良いかもしれません。資生堂スポーツカバーファウンデーションを使った感想をまとめてみたいと思います。使いやすさについてですが、ジャータイプは量の調整なども難しく少し使いにくいと感じました。カバー力に関してはとても高いと感じました。でも一番最初にこれを使った時はすごいカバー力だなって感じたんですが、最近いろいろなコンシーラーを使っていたせいか、そこまですごい最強っていう感じがしませんでした。最近のコンシーラーは進化しているのかもしれません。メイクの仕上がりの感じについてです。こちらはやはりメイクした塗ったって感じの厚塗り感が出てしまいました。量を上手に調節すれば割とナチュラルに仕上がるかもしれません。このコンシーラーを塗っている時はちょっと顔が苦しい感じがします。なんていうか肌が息できないみたいな感じがちょっとあります。コンシーラーの持ち、化粧の持ちについては結構いいなと思いました。崩れに関してもそこまで汚く崩れてるって感じはありませんでした。ハードタイプは硬くて結構目の周りなどが乾燥するというようなレビューを見ていたんですが、私の場合はそこまで乾燥を感じませんでした。目の周りのシワにも思ったよりもたまらず乾燥もしませんでした。コンシーラーを塗りたての状態の時はメイクしましたっていう感じの厚塗り感があったんですが、時間が経ったら自分の肌の油と馴染んだのか、意外としっとり自然な感じになりました。これはもしかしたら私が乾燥肌よりの混合肌っぽいので、乾燥してきて自身で油を出そうという感じで割と多めに油が出て馴染んだっていう形なのかもしれません。あとメイクを落とした後にも少し肌が疲れてるなって感じました。ほんの少しだけ小さな吹き出物のようなものがプツプツっとできてしまうことがありました。でもそれはすぐに治りました。写真や動画などを撮った場合、こちらのコンシーラーでカバーするとすごく綺麗に見えると思います。フィルターがなくても結構肌が綺麗に映りました。写真を撮る予定がある場合はこのコンシーラーを使いたいなって思いました。なので私的にはこのスポーツカバーファウンデーションは普段使いではないかなという気がします。コスパという面ではかなり良いと思います。シミのカバーがポイント的で本当に少量しか使わないっていう方はもうこれ一生持つんじゃないかなっていうぐらいかなり量がたっぷり入っています。資生堂のスポーツカバーファウンデーションの全色レビューはいかがだったでしょうか。あくまでも私の肌に使用した時の個人的な感想ですので、参考程度にご覧いただけますと幸いです。もし少しでも何か参考になりましたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もお待ちしています。あとコメント大好きなのでお気軽に書き込んでみてくださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。コメント欄でこの目から上が意図的に隠れているのが不穏で怖いっていうのをいただきました。確かになんかちょっと不気味な感じしますよね。何かいい方法ないかなって考えていて、サングラスはどうかなと思ったんですけど、なんか似合わないんですよ。ちょっと変ですよね。
ちょっと違うバージョンもかけてみたんだけど、なんか面白いんですよね。なんでかっこよくならないで面白くなっちゃうんですかね。まださっきのこっちのサングラスよりこれのがいいのかな。一緒かな。一緒か。どうなんでしょうね。変だけど見慣れちゃえば大丈夫なのかな。もしかしたら次回はこのサングラスで登場するかもしれません。またねー。